こんにちは、むしょこです。今日は海外在住、特にヨーロッパの在住の方にとってとっても便利な金融サービスレボリュートの使い方を紹介したいと思います。インスタでリクエストをいただいたことがきっかけになります。ワイズについてはもう動画を出しているんですけれども、レボリュートについても紹介をしたいと思います。カードの発行からチャージのやり方、そして送金まで便利なんですが、ちょっとした条件や注意点もありますので、知らなかったという点もあるかなと思いますので、ぜひ最後までチェックしていってください。ちなみにブログの方にも記事を上げておりますので、合わせてご確認ください。海外生活をしていると、銀行口座どうしようとか、日本と海外の間でお金を送るときどうすればいいのというのは結構ある悩みだと思います。私もオーストリア在住で、そんな時に出会ったのがレボリュートです。ワイズも使っておりまして、どちらかというとワイズの方が主に使っているのですけれども、レボリュートの方も使えると便利かなと思います。今回は特にドイツ、オーストリアなどヨーロッパで使う場合にどういう条件で便利に使えるのか、そして気をつけるポイントなど3つの機能に分けて紹介していきます。まず1つ目はカードの発行です。レボリュートではアプリから簡単にカードを発行できます。今回ですね、ドイツを例に紹介するんですけれども、基本的にオーストリアも同じでございます。ドイツのスタンダードプランでは最初のカード発行自体は無料です。ただし配送費は別途必要となりまして、例えばスタンダード発送で 5.99 ユーロ、エクスプレス発送だと 19.99 ユーロほどかかります。また居住国によって登録条件が少し違います。例えばドイツに住んでいるなら、ドイツのレボリュートアカウントとして登録する必要があります。もちろん引っ越し後には住所変更の手続きが必要になります。私もですね、カードの方を持っておりまして、今はデザインが違うかもしれないんですけど、こういったおしゃれな感じのカードになっております。実際に私が発行した時なんですけれども、2週間ほどでカードが届きました。で、詳しい発行の仕方なんですけれども、アプリをダウンロードした後にカードのところをタップして、デビットカードを選択して、最初に決めたピンを入力して、無料カードの場合はスタンダードカードをタップしまして、配送先の住所を入力します。そして配送方法を選択すると完了ということになります。不在でしたがポストに入ってたということなので、特に郵便局に受け取りに行ったりということが必要ということもないみたいです。で、届いたカードを初めてお金で使うときは暗証番号を入力するように求められますので、最初に決めたピンを入力するとアクティベートが完了というふうになります。はい、次にですね、チャージについて説明をしていきたいと思います。レボリュートでは自分の口座にお金を入れて、それをカード決済や送金に使うことができます。かなりワイズと似ていると思います。ただですね、一つワイズと異なる点が、日本の銀行口座からの直接の銀行振込によるチャージができません。日本円からチャージをしたい場合にはクレジットカードかデビットカード、それ以外にも Apple Pay などの方法はありますけれども、クレジットカードが便利なのかなというふうには基本的には思います。またですね、クレジットカードからのチャージは常に無料ではありません。ドイツ版のヘルプを見ると、チャージ方法やカードの種類、居住国によって手数料や利用可費が異なると書かれています。さらにドイツでの通貨交換、ユーロから円などに変える場合には、スタンダードのプランだと月1000ユーロを超える場合に 0.5% の手数料が発生します。ポイントをまとめますと、デビットカードや銀行振込でのチャージは基本的に無料なのですが、クレジットカードからのチャージはカード会社や国によって手数料が発生します。為替交換を伴う場合、月の利用額によって追加手数料があります。ということで、チャージはできるけど条件付きということになります。でですね、実際にチャージしてみようということで、今回実際に100ユーロをチャージしてみました。画面録画をしようと思ったのですけれども、レボリュートはセキュリティが厳しいのか、送金の際の画面収録ができないようになっておりました。なのでスクショになっていますけれども、アプリをまず開いたら、ここの左の部分にチャージというのがありますので、こちらを選択します。ちなみにですね、右と左にスワイプすることでユーロか円か通貨を変えることができます。ユーロで送金する場合はユーロのところにしてからチャージを押します。そうすると金額を入力することができますので、金額を入力して支払い方法を選択することができます。ユーロの場合を見ると、カードとか Apple Pay、簡単銀行送金、通常の銀行送金、給与という方法がありまして、私は今回この簡単銀行送金というものでやりました。
ちなみにですね、デビットカードでできるかなと思って N26 の銀行口座を持っているので、それで試したんですけど、 N26 のデビットカードはなぜか受け付けられませんでした。ちょっと理由が分かりません。なので銀行口座、簡単銀行送金というものを試してみたところ、銀行情報を入力すると、送金これで正しいですかというのを確認する画面に移行します。その後 N26 の銀行のアプリを開いて、そちらで承認をするとチャージが完了します。これ自体はもう一瞬で100ユーロ送金することができまして、特に手数料もこの場合はかかっておりません。ユーロをですね、日本円に変換したいなという場合なんですけれども、資金の移動ですね、こちらをタップしていただいて、何ユーロ日本円にしたいのかを選択しまして、円に変換することができます。ここに関しては手数料がかかることがあります。次にですね、日本円でのチャージも試してみました。同じように日本円の口座に移動してからチャージをタップしまして、今回ですね、日本円の場合はチャージ方法が Apple Pay かデビットカードが通常の銀行送金なんですけれども、通常の銀行送金をタップしてもIBAN とかですね、日本の銀行の情報ではないので、この銀行口座に日本の銀行口座から直接送金をすることができない、つまり海外送金になってしまうので、これはもう事実上不可能ということになります。で、Apple Pay かデビットカード、クレジットカードになるんですけれども、今回でデビットカードとクレジットカードで試しました。で、まず楽天カード、これを試しました。ただ、なぜかご提出いただいた銀行情報の一部についてご利用の銀行で確認が取れませんでしたっていうですね、謎のエラーメッセージが表示されて使えませんでした。で、Apple Pay も試したんですけど、Apple Pay にもなぜかですね、楽天カードが追加できなくて、これもね、ダメでした。で、私実はソニー銀行を最近開設しまして、ソニー銀行のデビットカードならできるんじゃないかと思って、そちらでも試すことにしました。口座の残高ゼロだったんですけれども、2000円を入金いたしまして、そちらで試しました。それもですね、ダメだったんです。ワンタイムパスワードの入力までは行ったんですね。でもご利用の銀行はこの支払いを拒否しました。詳細については該当の銀行にお問い合わせくださいというエラーメッセージで、こちらは入金ができませんでした。これに関してはソニー銀行に問い合わせました。そうすると、セキュリティ上の理由で、ソニー銀行は基本的にレボリュートへの入金は拒否をしているということが分かりました。無理らしいです。ソニー銀行のデビットカードが使えると手数料も無料のはずなので一番いいんですけど、それは無理ということが分かりました。で、楽天カードにも問い合わせまして、楽天カード側からは問題がないと言われて、レボリュート側からも問題はないと言われて、なんでだろうというふうに思って諦めていたんですけれども、次の日に改めて楽天カードでもう一度試してみたら、なんと普通に成功しました。2000円送金することができました。ただ SMS による認証のプロセスですね、 SMS にワンタイムパスワードが届いて、それを入力するというプロセスは必要でしたので、日本の電話番号は持っておく必要があります。2000円をチャージしてかかった金額は2050円でしたので、50円の手数料がかかっております。注意点として、カード会社によってはチャージがキャッシング扱いになることがあります。で、この場合レボリュートの手数料とは別にカード会社側から利息や手数料が請求されることがあるので要注意なんですけれども、実際に今回私は楽天のマスターカードを使って2000円分チャージして50円の手数料が取られております。ここで楽天カードでレボリュートにチャージしたらなぜ 2.5% の手数料がかかったかについて補足したいと思います。実はこちらはレボリュートがカードを自動判定していて、日本発行のマスターカードはクレジットカードの扱いに分類され、その結果チャージ手数料として2から 3% が自動的に上乗せされる仕組みだからだそうです。今回の 2.5% はこのパターンで決まってしまったようです。海外から見た日本のマスターカードはレボリュート的にコストが高いカードなので手数料がかかるということらしいです。そして日本円で安くチャージをする方法なんですけれども、ビザを Apple Pay 経由でチャージするとデビット扱いになり無料になることがあるらしいのですが、最強はやはり Wise や N26 などの現地のデビットカードを使ってチャージをする方法ですね。そうするとレボリュート側は無料になります。ちなみになんですけれども、Wise でも同じように2000円をチャージしようとしました。そうするとクレカによるチャージはできないと表示され、デビットカードを使う場合は66円の手数料というふうに表示されましたので、レボリュートの方が安いです。ただし金額が大きくなるとパーセンテージで手数料が決まるクレカによるチャージより
銀行口座を使ってチャージをした方がいいということになりますので、その場合はワイズの方がお得になります。次にチャージ後の確認と使い方です。チャージが完了すると残高がすぐに反映されます。この残高はそのままデビットカードとして使えますし、ユーロ以外の通貨に両替して使うこともできます。例えばユーロを日本円に変えて日本のオンラインショップで支払いをするということもできます。ただしスタンダードプランでは月1000ユーロを超える両替に 0.5% の手数料がかかりますので注意してください。今回私は北海水産で初めて注文することにしたんですけれども、問題なくこちらのカードを使っていくことができました。ちなみにワイズと同様で決済時にはアプリでの認証が必要でした。ということで注意点をまとめておきます。クレジットカードでのチャージはカード会社によって手数料がかかるキャッシング扱いになることがあります。通貨を変換して使う場合、スタンダードプランでは月1000ユーロ超えで 0.5% の手数料がかかります。一定金額を超えると有料というイメージです。国によってはクレジットカードのチャージが禁止されていることもあります。例えばイギリス版とかシンガポール版ではクレジットカードのチャージができないということです。最後に、まとめていきます。カード発行については無料だけど配送費と居住証明が必要です。チャージに関しては可能ですが、カードの種類や国によって手数料がかかる場合があります。送金に関してはユーロ圏内は無料ですが、その他は条件によって手数料が発生します。この点についてはですね、理解しておくとレボリュートをより安心に使うことができると思います。ということで今回の動画は以上になります。レボリュートはとても便利なツールだと思います。ただし国やプランによって条件が変わるので、使う前に公式サイトで最新の情報をチェックしてみてください。もしこの動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今回マイクを少し変えてみたので音声が良くなっているといいのですが、フィードバックいただけたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。